買いはやりやすいけど、売りは難しい。FX をしていると、こんな違和感を感じたことはありませんか？実はこれ、気のせいではなく、チャートの波形の違いが原因なんです。パッと見ると上下対称に見えますが、実際には微妙な違いがあり、これを理解するだけでエントリーの精度がアップします。そこで今回は、売りと買いでエントリータイミングが変わる理由について、チャートの動きを交えながら解説していきます。この動画があなたの成功に役立ってくれることを願っています。売りと買いでタイミングが変わる理由は？ FX では売りと買いでエントリーをできるのですが、タイミングが変わることが多いです。その主な理由に、チャートの波形が違うからです。一見、FX のチャートは上下ともに同じ形で動いているように見えます。しかし、実際のチャートでは、上昇と下落のチャートは波形が微妙に変わります。例えば、次のチャートを見てみてください。どうでしょうか？パッと見た感じで何か違いません？多分、明確な違いがわからなくても、何かが違うのを感じていると思います。実は上昇と下落のチャートでは、押し目の部分と戻りの部分の波形に違いが出やすいのです。例えば、上昇しているチャートの押し目の部分に注目すると、ちょっと揉み合ってから上昇していますよね。次に、下落しているチャートの戻りの部分に注目すると、あまり揉み合わずに下落しています。どちらかというと、売りの方がダウ理論に沿ったセオリー通りの波形に近いですよね。このように、FX のチャートというのは、上昇も下落も同じ波形に見えますが、よく観察してみると、実は波形が違います。そしてこのことが、売りと買いでエントリーのタイミングが変わってくる主な理由になります。つまり、押し目買いをするときは、少し待ってからエントリーをすると、含み損をあまり抱えずにトレードができます。逆に戻り売りをするときは、そこまで待たずにエントリーをしても、含み損をあまり抱えずにトレードができます。例えば、今回のチャートであれば、買いのタイミングは、ダブルボトムを作るぐらいまで待ってからエントリーをする。逆に売りであれば、一本陰線が出てからエントリーをする。こんな感じで、エントリーのタイミングを少し変えるだけでも、うまくトレードができる確率が上がります。エントリーの時間軸を、買いと売りで変えるのもあり、エントリーをするときは、エントリーの時間軸を、売りと買いで変えるのも一つの手です。例えば、短期のデイトレードをする場合、買いでエントリーをするときは、1分足でエントリーしていたのを、5分足でエントリーをする。逆に売りでエントリーをするときは、1分足でエントリーをしていく。このようにやることで、売りと買いのエントリータイミングを、下落と上昇の波形に合わせることができます。私の場合は、1分足でエントリータイミングを見ていくのですが、買いと売りで微妙にタイミングを変えています。例えば、このチャートは15分足なのですが、黄色丸あたりで買いエントリーを狙っているとしましょう。この時にサポートラインで反発しているのですが、ここですぐにエントリーはせずに、5分足で値を固める動きが出るまで少し待ちます。今回の場面を5分足で見ると、次のようになっていました。サポートラインで反発した後に、レートが戻ってきて、逆三尊の形を作り始めています。こうなると、反転のサインが出始めているので、ここから1分足でエントリータイミングを見ていきます。この時の場面を1分足で見ると、次の仮想の黄色丸の位置になります。この位置だと、短期で下落トレンドを作って、少し強めに下がってきているので、すぐには入りません。そして、その後の動きを見てみると、一旦レートが上昇した後に、もう一度下がってきていますよね。ここで一瞬安値を更新したのですが、下髭になっているので、逆三尊の右肩が意識されている証拠です。しかもその後に反発をして、逆三尊の右肩でダブルボトムを作っています。ここでもさらにチャートパターンを作って、上昇する根拠はより多く揃ったので、この場所で買いエントリーをしていきます。買いの場合、このような感じで、買いのポイントに来たとしても、少し待ってからエントリーをしていきます。次に売りの場合ですが、この15分足チャートの黄色丸あたりで売りを狙っているとします。売りに関しては、ポイントに来て反転しだしたら、あまり時間をかけずに下げていくことが多いので、すぐに1分足へ変えてエントリーを狙っていくことが多いです。
今回の場面で1分足に変えると、次のようになっていました。この場合だと、レジスタンスラインを上抜けているのですが、そのあたりの動きを見てみると、徐々に高値を切り下げています。この時点で上昇する力が弱っているのがわかります。そして、レジスタンスラインを下へ抜けてきた後に、もう一度上がってから下がっています。この時点で、買いの力が明らかに弱いと見て、次のローソク足が下げ出した時点で、売りエントリーをしていきます。もし、より安全に行くなら、1分足の押し安値を下へ抜けてからエントリーをしていきます。ただし、売りの場合は、売りのポイントに来るまでに、はっきりと上昇トレンドを作っている時は少し待ちます。待たずにエントリーをしてしまうと、短期の上昇の流れに飲み込まれて、損切りになりやすいからです。こういう場合は、少し待って、ダブルトップを作るなどしてからエントリーをするようにしています。このような感じで、私の場合は、最終的には1分足でエントリーをするのですが、そこに至るまでに使う時間軸を、買いと売りで変えることが多いです。もし、あなたがトレードをしていて、売りと買いでエントリーのタイミングがうまく合わずに違和感を感じているなら、時間軸を少しずらしてみると、タイミングが合うかもしれません。ただし、この違いは、短期のトレードが一番影響を受けやすく、長期のトレードになるとあまり影響は受けないです。そのため、1時間足以上のトレードなら、そこまで気にする必要はないと思います。もしエントリータイミングについて、他にも見たい場合は、この動画も見てみてください。リンクは概要欄に貼っておきます。売りと買いのタイミングが変わるのは呼び方でもわかる。売りと買いでエントリーのタイミングが変わるのは、実は売りと買いの呼び名からもなんとなく想像できます。例えば、FX で売りと買いは、売りはショート、買いはロングっていう呼び方もされますよね。つまり、売りの方が短い時間で下落していき、買いの方が長い時間をかけて上昇していくことを意味しています。これは個人的には重力だと思っています。買いは重力に逆らうから上がるのに力が必要で、売りは重力に引っ張られるから下がるスピードが加速するイメージです。例えば、チャートが下落するときって短時間で一方的に下がっていくことが多いですよね。これは下落のスピードが速いことで、買っていた人たちがパニックになって一斉に損切りをしている証拠です。こういう強い下落をしているときに、1分足でタイミングを測って売りでエントリーをすることができます。このチャート画像は15分足なのですが、下落が一方的なので、一見売れそうな場所がないように見えます。でも、これを1分足に変えると、次のような感じになります。ここでチャートをよく見てみると、小さいトリプルトップができています。これも上昇しようとしたけど、買いの力が弱くて失敗した形なので、ここから売りエントリーができます。こういう場合、短期的に強い下落の勢いが出ているので、1分足でダブルトップかトリプルトップが出てくると下げやすいです。私はこのトレードを結構しています。特にトリプルトップを作った時は勝率が高いです。ただし、こういう場合って早く大きく下げた分、反発しだすと戻ってくるスピードも速いことも多いです。このチャートを15分足で見ると、トリプルトップを作って下がった場所は、次のチャート画像の黄色丸になります。そして、このチャートの動きを進めてみると、次のようになりました。トリプルトップの場所まで戻ってきていますよね。下げのスピードが速いのを見ると、下げの勢いが強いから利益を伸ばそうと考えがちです。でも、実際は反転をしだすと、一方的に戻ってくることも多いです。だから、下げの勢いが強い状態で売りエントリーをする場合は、売りがショートと呼ばれるように、利食いも早めにするのが効果的です。トレードをどちらか一方に絞るのもあり、FX のトレードでは、売りが苦手で買いが得意、といったように、売りと買いで得意不得意が出ることが多いです。買いだとタイミングが合うのに、売りだとタイミングが合わないな、なんて思ったことありません？このような経験がある場合、大体が上昇と下落の波形の違いによるものです。もし、買いの方が得意なら、ゆっくりした動きに対するエントリータイミングがうまい証拠です。逆に売りが得意な場合は、速い動きに対してうまく対応できる証拠です。仮に買いと売り、どちらかに苦手意識があるような場合は、
買いと売りの勝率をチェックしてみた方がいいです。ここで極端に勝率に違いが出ているようであれば、どちらか一方にトレードを絞った方が成績が良くなることがあります。片方だけの手法しかないと機会損失になる？売りと買いどちらかの手法だけだとトレードチャンスが減るんじゃないのって思いますよね。でも私の考えからするとそんなこともないと思います。例えば売りの方が得意なので売りだけでトレードするとしましょう。そうなると上昇トレンドの時は全然エントリーチャンスがないと思うかもしれませんが、意外に売りでもトレードができます。例えばこのチャート画像はパッと見た瞬間上昇トレンドですよね。これだと売りでエントリーができないように思えますが、しばらく様子見をしていると次のような形になりました。高値圏で高値を切り下げて下落し始めました。ここでチャートをよく見てみると、まずダブルトップを作っていますよね。これは高値の更新に失敗した形なので、上昇する力が弱り出した証拠です。さらにその後の動きを見ても、上昇せずに揉み合っています。つまり、ここでも上がる力がないことを証明しています。そしてその後の動きで、一本強めの陰線が出ています。これは、買っている人たちが上昇する力がないから利食いをしてきた証拠です。この動きを見ることで、買っている人たちがさらに利食いをしてくるので、これに便乗して売ることができます。では、その後の動きを見てみましょう。売った場所から下がっていってますよね。売りが得意な場合、レートが下落するタイミングをつかむのがうまい証拠です。ということは、上昇トレンドで逆張り的にトレードをするとしても、うまくトレードができる可能性が高いです。その代わり、逆張りで売るときは、利食いは基本的に直近の目立ったサポートが目処です。全体の流れは上昇トレンドなので、目立ったサポートラインで買いが入って、高値を更新してくる可能性が高いからです。また、トレンドの転換が起きたときは、一方向にポジションが溜まっていた分、大きく動きやすくなります。よって、押し安値を下へ抜けた後の戻り売りを狙っていけば、大きめに利益を取ることもできます。さらにこれに加えて、トレンドが出た時は、得意な売りエントリーを活かして、勝率が高く、利益が伸びやすい場所でトレードができます。しかも、トレンドが出続けるほど、トレードチャンスも増えます。このように、自分の得意な方だけでトレードをするにしても、逆張りで小さく取る、転換で少し大きめに取る、トレンドで大きく何度も取る、といったように、手法を使い分けていけば、トレードチャンスは普通にあります。FX は通貨の種類も豊富。FX の場合、トレードができる通貨の種類も豊富です。しかも、FX では通貨に相関と逆相関があるので、すべての通貨の同じ方向へ動くわけではありません。例えば、ドル円とユーロドルは逆相関の関係にあります。そのため、ドル円が下落トレンドの時は、ユーロドルは上昇トレンドであることが多いです。よって、売りの手法しか持っていなくても、ほとんどの場合、下落トレンドの通貨があるので、全然トレードチャンスがない、といったことはあまりないです。このような感じで、自分の得意な方だけでトレードをするにしても、考え方一つでエントリーチャンスは十分あるし、FX で安定した結果を出すことはできます。時間帯によっても得意や不得意がある。FX では、オセアニア時間、アジア時間、欧州時間、ニューヨーク時間、といったように、時間帯によって市場は分かれていて、動きも結構変わってきます。そのため、手法によっては、アジア時間が得意、ニューヨーク時間が得意、といった感じで、力を発揮できる時間帯と、そうでない時間帯が出てくることがあります。ですから、時間帯別の収益もチェックしてみると、より自分に合ったトレードができると思います。チャートを上下に反転させての分析は、あまり効果が期待できない。例えば、買いと売りで得意や不得意がある場合、チャートを上下で反転させれば、苦手な方もトレードをしやすくなるかも、なんて考えることがあるかもしれません。しかし、これに関しても、上昇と下落の波形が違うので、私の経験上、あまり効果は期待できません。むしろ、余計混乱してしまい、得意だった方にも影響が出ることの方が多いです。ですから、チャートを上下に反転させて分析をするようなことは、
そこまでする必要はないと思います。FX は得意なことだけをやっていれば OK。FX では、買いと売り、両方からエントリーができるので、両方同じようにトレードができるのが理想ですよね。ただ、その人の性格や、チャートの見方によって、どちらかに偏りが出ることが多くあります。だからもし、トレード結果に偏りがあるなら、まずは、得意な方を伸ばすのも、FX でのトレード結果を安定させることにつながります。私たちは学校で勉強する際、苦手な科目でも勉強をする必要がありましたよね。でも、FX の場合は自由です。苦手なことをやる必要はありません。むしろ、苦手なことを無理してやると、資金を失う可能性の方が高くなるので、苦手なことはやるべきではありません。だから、もしあなたのトレード結果に明らかに偏りがあるのであれば、得意な方だけを集中して検証していき、手法を確立していくと、FX での安定した結果が近づいてくると思います。学校では何でも平均してできればいいような風潮がありますが、FX の場合は何か一つ強みがあるだけで十分なのです。まとめ。今回は、売りと買いでエントリータイミングが変わる理由についてお伝えしてきました。チャートは一見、上昇も下落も同じように動いていると思いがちですが、実は波形に違いがあります。そのため、もしあなたが売りと買いでトレードに違和感がある場合は、まずは自分のトレード記録をチェックしてみましょう。そうすることで、自分のトレードの得意や不得意が分かって、結果が改善するかもしれませんね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。